もう何にもない本当にのどかな里山の風景の何も知らずに、もうほとんどの人がその PFAS の名前も聞いたことがないっていうような場所で、ある日突然あなたの飲んでる水にこれだけの高濃度が入ってますよ、もう今すぐ水飲むのやめてくださいっていうようなことを知らされる。この作品「鎖」という題名なんですけども、岡山県吉備中央町で起きた、水道水の汚染問題を取り上げた作品になります。その水道水が約10年にわたって知らないうちに汚染されていて、でその汚染がどういうふうに起きたのかっていうことと、その飲み水を知らずに飲み続けてきた人たちが今どんな思いでいるのかっていうところを、インタビューや科学的な知見なんかも入れながら構成した作品になります。水道水を汚染していたのは PFAS って書く PFAS と日本語で言いますけども、有機フッ素化合物っていう化学物質なんですね。PFAS 自体は発がん性だったり、人体への影響がいくつもの知見の中で分かってきているもので、低体重出生時率が上がったりですとか、高血圧とか脂質の問題が起きる化学物質なんですね。日本の政府は1リットルあたりにその PFAS が50ナノグラム、それ以下であったら大丈夫だよっていう、暫定的な目標値を設けてるんですけども、吉備中央町の水道水は1200とか1400ナノグラム、目標値の20倍以上の化学物質が含まれている水だったわけなんですね。水道水の汚染が分かった後に、自治体が水道水の水源地であるダム、そこに流れ込んでいるいくつもの沢を検査していきます。で1本だけ高濃度の PFAS が含まれている沢があって、でそれをずっとたどっていった先にあった基地に地元の企業が使用済みの流状活性炭を16年間野ざらしにして置きっぱなしにしていたということが判明しました。その中に PFAS がたくさん付着していたために、野ざらしにされている間に水が降って地下水に染み込んで、それが沢に入ってダムに行き、吉備中央町の水道水の中に含まれて、飲み水として供給されていたっていうような、そういう循環があります。丁寧にやります。ここに住んでいて水を飲んできた人たちにインタビューをして、生活の中の水の存在っていうのが分かるような写真を撮ったり、汚染されていたダム、沢、あとは流状活性炭が置かれていた空き地、一見何も見えない、普通の田舎の山のあいにあるダムだったり、普通の綺麗な沢なんですけども、実際に測ってみるとものすごい高濃度の PFAS がその中には入っていて、普通の風景なんだけど何かがあるんじゃないかっていうような思わせる写真を作ったり。この PFAS の問題っていうのはいろんな工場から、排出された産業廃棄物が原因になっている、その一因としては法律が整備されていなかったり、あるいはその化学物質が人体への影響が判明してきたのが割と最近ということで、国の方としてもその規制が後回しになっている。その目に見えない部分で人々の生活からすごく遠く離れたところで知らないうちに起きていることが、その地で暮らしている人たちの暮らしに一番影響を与えるっていう、いろんな複雑な構造が背後にあるんですね。でそこをどうやって探って表面化して、視覚的に表していくのかっていうのが、ずっと私がこの作品の中で追ってることなんじゃないのかなっていうふうに思います。